はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。ウエストが細くならない、お腹の体脂肪がなかなか落ちないと悩んでいる人は結構たくさんいるわけですけど、もちろんこれはね、運動と食事をちゃんとやってから落ちるというのは当たり前のところなんですけれども、運動もしてて食事もちゃんとやってるのに、お腹の体脂肪がなかなか落ちないという相談を受けることも結構あります。これはね、何が足りないのかというところなんですけども、これね、いきなり最初から結論を言ってしまうと、足が太くなることを恐れて足トレが足りないということがあります。いろんな要素があるんですけれども、このことというのは結構ね、そのお腹の体脂肪がなかなか落ちないということには原因となることが結構あります。僕はね、体脂肪を減らすには足トレというふうにはね、足トレを絶対やってくれというふうにはいつも言ってるんですけども、この足を使うというのは歩くということではちょっと足りなくてですね、歩くというのは水平にずーっと移動していくだけなんで、正直言うと足の運動としては結構やっぱり軽いということですね。それが上下にしゃがんで立つというようなこと、それで筋肉が伸びて縮むがしっかり起きて、そこに負荷がかかる、体重という負荷が少なくともかかっていくようなものとか、そういった運動であれば、ランジでもいいし、スクワットでもどっちでもいいとは思うんですけれども、それは歩くという運動とは全くね、ちょっと桁が違う運動というふうにはなってきます。そういった足の筋トレというのを僕はいつもやってくれというふうに言ってるわけです。なぜ僕はそういうふうに強く言うかですね。足トレのメリットというのは何かということですけれども、まず下半身の筋肉というのは全身の 60% から 70% ぐらいを占めると言われています。下半身というのは当然お尻から下のことであるんですけども、ただ実際運動をしていると腰とかお腹も同時にしっかり使っていきます。場合によっては上にね、ダンベルとか持っていれば背中とか僧帽筋、そして肩のあたりを使っていることもありますので、実際に運動していくと 70% 以上の 80% ぐらいの筋肉というのは動員されて運動していくわけで、かなりの量の筋肉を使っていくということになるわけですね。なので、それだけの筋肉の量を使っていけば、当然エネルギーの大量消費が起きます。なので、当然体脂肪を絞りやすいというのもあります。それから、大きな筋肉をたくさん使っていくということは、体に対して1セットやっただけでもドーンというね、大きな衝撃というか刺激があるわけですね。で、そういったものがあると、ホルモン分泌、テストステロンとか成長ホルモンという体を作るためのホルモンの分泌が良くなるわけですね。活発になるわけです。そういうことは腹筋だけやっているというのでは起きづらいわけですね。小さくてスクワットとかランジのような大きな衝撃が体にあまりないので、大きなホルモン分泌を生むということは起きづらいんですけど、なので足トレをやった方がホルモン分泌の面でもかなりメリットが大きいということですね。それから筋肉が増えて代謝が上がると言います。70%、あるいは今みたいに運動していくと 80% ぐらいになると思いますが、それだけの筋肉を動かしていくので、足トレでは筋肉の量というのは増やしやすいわけですね。ただ、この筋肉量を増やして代謝を上げるというと、これにちょっとね、反論を述べる人もいます。筋肉が1キロ増えても、代謝が上がって余分に消費するカロリーというのは、1日13キロカロリーしかない。それだけしか変わらない。だからそんな大したね、ことにはならないんだよっていう人もいるんですけれども、これは安静時代謝ということで、何もしてない状態、寝転んで何もしてない状態で、1日13キロカロリー増えますよという意味なんですね。実際には筋肉が1キロ増えるということは、筋肉も1キロ増えていますが、内臓の動きも活発になるし、血管自体もやっぱり増えていくので、そういったことを考えていくと、ある人は体重が1キロ増えれば、1日 28.5 キロカロリーの余分な消費が増えるという人もいますし、50キロカロリー増えるという人もいます。あるいはそれ以上増えるという人もいるんですけれども、仮にこれ50キロカロリーね、1日増えるとしましょう。それも小さいように思うかもしれないです。ね、ランニングマシンで走っても5分ぐらいの程度。この5分もね、結構重要ですけど、ただこの1日50キロカロリーというのが365日毎日になってくると、年間では 18,250 キロカロリー余分に消費できるわけです。これが体脂肪が減るカロリーに換算していくと、1年で 2.5 キロ減るという計算になってくるわけです。何もしなくても1年で 2.5 キロ減るということですね。その筋肉が1キロ増えたということだけでね、これ結構大きなことじゃないですか。で、その 2.5 キロ減るというのが、この年だけでなく、翌年も翌年も毎年毎年積み重なっていくということで、逆に言えば痩せすぎるんじゃないかと心配するくらいな感じにはなってくるわけですね。たった1キロ増えるということはね。ただ今のこの 2.5 キロ減るというのも運動するということは入ってなくて、今の安静時何もしてないような状況で50キロカロリー余分に消費するならということなので、実際にはこれにもっと自分が運動していくということが入ってくるわけですね。なのでもっと痩せやすくなるということです。なのでこの
安静時代謝とは違って実際に運動をしていくわけで、それはまあ筋トレをするとかもあれば、日常ね、仕事で動くとか、普通に階段上がっていくとか、その辺も全部込みになるわけです。だけどもそれが元の筋肉プラス増えた分の筋肉、それかける動いた量という感じになってきますので、そうするともうどんどんね、その筋肉が増えた分、倍増されて消費量というのは増えてくるわけです。なので1キロといってもかなりな影響を与えるということです。まあちなみにね、実際インボディとかその体組成計で筋肉1キロ増えるというのはかなり難しいことなので、ちょっとそんな簡単ではないんですけども、1キロって本当にすごい大変なんですよ。体脂肪を1キロ減らすのはまあ僕から言うと難しいことではないんですけれども、筋肉を1キロ減らすのはすごい大変なことなので、まあ今ね、それだけね、年間 2.5 キロとかそれ以上減るって言いましたが、まあそれ自体もね、大変なことではあるのはあります。だけども1キロ、筋肉が1キロ増えるっていうのはまあそういうことということですね。では、その足トレをしろというのも、どのぐらい足トレをすべきかというところですね。まあこれやっぱり自分が今いる位置によって変わってくると思います。今現在まだ初心者レベルのあたりであるならば、まあ自体重のバックランジを20回3セット毎日やっていくという足トレのやり方。まあこの感じでいいと思います。そこはもう抜け出して中級レベルになったのであれば、しっかり足を運動する。その中級レベルなりに足の筋肉をつけようとするぐらい、やっぱりちょっとダンベルを持つとか、ブルガリアンスクワットやっていくとか、ワンレグデッドリフトやっていくとか、まあそういうようなしっかりした足の筋トレをやるレベルとしたら、まあ週2回しっかりやって、それプラス他の日は自体重だけのバックランジをやっていくという感じで、まあほぼ毎日そういう感じで、まあ強弱をつけながらやっていくというぐらいあればいいかなと思います。まあそれ以上のね、上級になってくれば、足トレは週1回しかしないということもありますけど、まあ、そこはね、かなりのレベルなんで、ちょっとここは置いときましょうか。で、まあそういった感じで運動していけば、消費も稼げるし、ホルモン分泌も十分良くなってきますので、まあね、自分のレベルによってそういうふうに運動頻度も考えてほしいということです。そしてその冒頭に言った足が太くなることを恐れて足トレが足りないというような、人が結構多いわけですけども、ね、足が太くなるのが嫌だと、ウエストを細くしたいけど別に足は太くしたくないという、そういう意見もあるわけです。だけれども、足がね、仮にね、この太ももの周りがですね、実際に筋肉として1センチ太くなったとしても、僕から言うとウエストは10センチ減ると思います。この足回りの筋肉が1センチだけ太くなるだけで、ウエストが10センチ減るのはその方が良くないですか？例えばね、このイラストを見てください。A と B があります。A の方は足が細いがゆえに、まだまだお腹の肉が結構ついてるような状態。お尻の筋肉もあまりないです。で、B の方は A に比べて、足は太いんだけれども、そのおかげでウエスト周りは細いという体を実現できているということ。どっちの体の方がいいですかということですね。これをね、自分が17歳か8歳の時のように、足も細くてウエストも細いというようなことはそうそうないです。それはね、今現在、痩せ型の人という人であれば、それはあるかもしれないですけど、今現在もう体脂肪が増えてしまっている状況の人であれば、その両方細いということは起きえないわけですよ。もうそれも年を取ったホルモン分泌の変化の影響でね。僕自身は、足がビルダーのように太すぎもしないし、細すぎもしない。そこそこあるかなと思います。だから実際細身のジーパンを履くと正直言ってきつくて入らないってことはあります。お尻もなかなか入らないってことはちょっとあります。だけれども、それと引き換えにしても、ウエストが細いということ、ウエストのサイズが高校生の時と同じサイズというのを保ててるというのは、僕はそっちの方がいいと思ってるんですね。そっちの方がラッキーだと思うんですね。ちなみにジーパンでは僕ぐらいの足であれば、正直言うとちょっとしたストレッチ素材のジーパンであれば、全然結構入るので、そんなにどんなジーパンでも入らないほど太すぎるというわけではないので、それはもう太ももが10センチ太くなったような状況であって、僕は1センチ太くなるかということを言ってるわけですね。なので、僕としたら当然イラストのどっちがいいかというと、B の方がいいとは思いますよ。その方がかっこいいと思います。ただそんなことを言うと、足が太くてウエストが太い人もいるよというふうには言われることはあります。ちなみにその人の足が太いというのはウエストが当然太いわけですから、足が太くてもその足が全部筋肉というわけではなくて、体脂肪込みで足が太いというような状況だとは思いますね。お腹の体脂肪がなくて足が太い場合には当然それは筋肉で太いわけですけど、お腹はもう横にポンと出るぐらいな状態であれば、それでいて足が太いというのは体脂肪も込みで太いというので、それだけでね、筋肉で足が太いというふうには言えないというのと、あとはラグビー選手とかね、あの人たちは太い足に太いウエストもあります。それも足は体脂肪込みではあるわけですけど、
ただ、明らかに食べるのが多いですからね、それはもう選手として体重も増やさなきゃいけない。逆に体脂肪を増やしながらもプレイしなきゃいけない人なので、それはもう明らかに食べるのが多い人であって、最初に言った運動も食事のコントロールもしてるけど、それでも太いというのとはちょっと違うということですね。なので B の方が足の筋肉はあるけれども細いウエストを維持できる体であるということですね。あとね、足の筋肉があるということはですね、この年代以降になってくると、老後の心配が減るわけです。この足の筋肉があるということは年金よりフィードバックが大きいですからね。今最近年金が少ないということもここから先年金が少ないということもいろいろ問題になってますけども、足の筋肉が増えてるということは年金よりメリットはものすごく大きいですから、絶対そういう意味ではやった方がいいということはあります。なのでもうね、足トレをやるというのは足が太くなってもいいつもりで僕はやってほしいと思うわけですね。僕自身は本当にそう思って自分なりには結構一生懸命やってるんですけども、正直言うとそう簡単に太くならないですよ、足って本当に。バックランジで足が太くなったというふうに言われることもあるんですが、それは運動不足なところで筋肉あまりなかったさっきのイラストのような A のところからバックランジある程度の B ぐらいのところになったことであって、それでウエストが細くならそれでいいと思いますし、ボディービルダーの足トレというのはね、正直言ってね、僕が耳で聞いても気持ちが悪くなるぐらいな感じのことをやってるわけですよ。多分ね、皆さんが足がボディービルダーのドーンというああいう足はなりたくないと思ってるんですけど、正直言うと、すごい大変なんですよ。ボディービルダーって足のトレーニングはこの大腿四頭筋の前側の比というのがあって、それから3日後らに裏側の比というのがあって、前と後ろ両方にやることはないんですよ。別々にやるんですよ。なので、この大腿四頭筋メインの日というのがあって、大腿四頭筋のメインの日というのは、例えばね、ある人の場合には、このレッグエクステンションありますね。足のレッグエクステンション。あれをですね、ウォームアップ終了後、自分が8回しかできない重さにします。で、8回を8回しかできないのでめちゃくちゃ重いですよ。で、8回しかできないを下ろしました。すぐに2、3個プレートを軽くして、また8回しかできないやつでやりました。またすぐにプレートを2、3個軽くして、また8回しかできない感じ、ガーっていう感じで、要はこの24レップ、ほぼ限界でやってるわけです。で、そういうセットを何セットも何セットも何セットもレッグエクステンションでやって、それだけで時間が30分かかるらしいんですよ。で、その後にスクワット、フリーのスクワットに入っていくとバーベルを担いでね。で、大腿四頭筋もその時点でパンパンですよ。パンパンの状態で、もも裏、お尻、腰、お腹全然ね、疲れてない状態なので、そこでしっかり支えながらも重いスクワットをね、やっていく、しゃがんでいく、もうパンパンの状態で、それを何セットも何セットもね、やっていくということ。それでまず30分ぐらい時間がかかっていくと結構ヘビーなのね。で、それが終わったらさらに45度のレッグプレスといって、背もたれに持たれて横にプレートをバン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 つけるやつです。あれはものすごいヘビーなやつで足でガーガーッと押していくわけですけど、もうその時には腰とかなんかもうね、150キロか60キロというスクワットで疲れてるから、それを使わないでいいような背もたれのある状態でガンガン押していくので、もうそうすると、もうとにかく全ての全ての筋肉でただ押すだけで、大腿四頭筋を追い込んでいく。これがまた30分ぐらいあって、トータル1時間半前だけでやっていくというような。そういう風にやっていくと、ここがパンツがどんなジーパンも入らないぐらいボーンとなっていくわけです。なので、普通に多分、スクワットを3、4セット、あるいはね、ブルガリアンスクワットを3、4セット、それからレッグエクステンションを3、4セット、レッグカールを3、4セットか。そういったぐらいであれば、適度に代謝が上がって、適度な太さになって、お腹の脂肪が減りやすくなるだけという感じだと思います。なのでね、もう一般レベルであれば、本当に太くなることを恐れないでしっかりやってみてください。ちなみに太くなるというのは正直言うと、5年とか7年とかそれぐらいかかりますから、急には来ないですから、その前に体脂肪が減ってきます。なので、その間に考えてみてください。そんな感じでね、僕が今日言いたかったのは、女性でも足の筋肉が太くなることを恐れないで、しっかりそれをやりながら、お腹の脂肪を落としてほしい。そういう話です。ぜひね、これからもね、バックランジ含め、足のトレーニングをしっかり頑張って、体を引き締めていきましょう。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタ、ツイッターもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。